はい。なんというネタができ味御前でございます。白いカワハギです。いつもご視聴ありがとうございます。おはようございます。今日は良光丸さんで今季2回目のアジ釣りに挑戦します。この前はそこそこ釣れましたが、鬼アジは釣れませんでした。今日は鬼アジをぜひとも釣りたいと思います。ちなみに昨日は55センチのアジが釣れたそうです。少し雨が降ってきて天気も曇りで肌寒い感じなのかなと思います。ゴールデンウィーク最終日頑張りたいと思います。氷を積んだらよいしょ、準備してます。竹を用意します。リールは押し込んで、竿はの鬼アジ、仕掛けは自作しました。枝が30センチぐらい、ちょっと今日は短めからいこうと思います。曇りが40号です。針輪のサイズは11号か10号かもしれない。10号かな。2本針にして3本針ちょっと扱いにくいので、いつも2本針を作ってます。自作をするときはこういったビーズをつけてアピールします。エビの尻尾の部分をちょっと切っておきたいと思います。ポイントに到着しました。枝つけました。はい、始めます。落とします。これは深いぞ。どんどん出ますね。70メーターやろ。めっちゃ深い。もう後ろで来てるみたいですよ。なんか竿がパパパパなってる。何かが釣れたっぽい。サバ？何やろあれ。当たった。もう旦那さんがもう当たったみたいけど、なんか乗ってないっぽい。30センチぐらいありそうなサバが釣れてるみたいです。なんか続々と皆さん釣れてるんですけど、私釣れてません。やっぱり餌がなくなってたんでつけました。もう一回落とします。旦那さんが釣れてて、私にはまだピコピコ来ないね。あ、足も来た。でも大きいなんがあかんかったかも。これはちっちゃいわ。ルアーズでした。軽いわ、めっちゃちっこいわ。初めにドカーンってきて、もう一回トロロってなったからドカーンがかけられへんかった。もう楽々負けるわ。ちっちゃい。ほらめっちゃ大きいめっちゃ大きいのずれめっちゃ大きいのずれめっちゃ大きいのずれなんか全然サイズが違うんですけど、皆さんとどういうことはまあこういうこと。あ、落ちた。自分で来たぞ。旦那さんも来てるみたい。旦那さんも来て順番で来たからおー、サバ？そうだ。あじゃない。なんや、魚が違った。サバやった。なんか引いたと思ったのに。まあ、ありがとうございます。なんかサバくんだった。そっちもそうじゃん。まあでも釣れたから暴れる。サバくん大暴れ。なんや、みんなアジ釣れてるのに今度は私サバでしたわ。こちらのサバは船上で腹渡を出して、お家に帰ってからは塩水につけて半日干したのを食べてみました。とても美味しかったです。アジやったん？いいな。なんで私だけサバなん？私はサバだったのに、左舷の前方では45センチのアジが釣れたそうです。頑張らなければ。当たったんかなと思ったけど、なんかまつったかもしれない。あ、取れた。ほら、やっぱ釣れてたんや。釣れてた。よかった。いいサイズのアジがついてました。いい方です。美味しそうな大きさですね。はい。旦那さん来たと思ってカメラを回したら、私も来た。あ、ちょっとでも引くな、これ。なんか怪しい。サバならな、でっかいサバならな。そう、さっきみたいな、ちょっとなんか、かわいいサイズや。
ダブルそれでよかった。取っててよかった。なんか、ボール多いな。旦那さんはダブルだったみたい。私は駅やけど、今度は上の針に来てます。多分1回かかって取れたかな。25センチぐらい。25センチも。25センチ。25センチでした。いいな、旦那さんはダブル。いいな、いいな。私もダブル釣りたい。オーバーなだけみたいですけど、なんかすごいなんか、引きが強いのが来てるみたいな感じが。ちょっと見して。ちょっと見して、それ。はい。嫌なんとっとくわ。なんかすごいの連れてはる旦那さんがさ、なんかいらんのかけて、なんかぐちゃぐちゃにしてはる。わ。いいね。うわ。それは嫌だ。旦那さんのサメ絡まって仕掛けがなくなっちゃったので付け替えてます。今度はビーズを緑と赤つけてます。次のポイントは66メーターです。68でつきました。もうすぐ1時なんですけど、中アジが5匹、サバが1匹です。大きいのが来ないかなって思いますけど。来た！順番に来た。でもどうやろう？引き抜けるかも。スイスイ上がるから。あれで。ありがとう。スイスイ上がって。まあいい方の味でしたね。アベレージサイズ。釣れました。もう一個ある。すごい！何本ついてた？ 3 つ？すごい！トリプルでかかってたみたい。そんな、トリプルなんかあるの？いいなぁ。いや、旦那さんまた来てます。旦那さんはものすごく順調で、私よりだいぶ釣ってると思います。中味。大きいのが来ないなぁ。なかなか厳しいなぁ。そろそろなんか、今日一のやつ釣りたいなぁ。なんか風も収まって、いい感じのコンディションなんですけど。なんか今63メーターで、60何メーター？ちょっと上ぐらいになんかペコペコって上のラインの50ぐらいのちょっと上上げてみよう。よし直して。やっぱ探検丸があると強いな。探検丸がある人はライン合わせて結構釣ってはる。57メーターで止めてみる。大きいのが釣れてる前でも。何が上がってくるのかな。結構引いてますね。暴れてますよ。大きいんじゃない？サバ、でっかいのおサバが釣れてます。すごい大きい。美味しいな、あれ。久しぶりに当たりが来ました。もう来おへんかなと思った。なんかさっきよりかちょっと引いてるような気もせんことはないけれど、まだ14。ダブルや。ダブル。旦那さん、これあかんちゃん。早く。逃げた。ほら、またタモミス。旦那さんのタモミス。言われてさっき取ってくれた。タモミス。また一つネタができました。わー、すごい。わー、あれはでかいぞ。すごい。うわ、でっか。太鼓もすごいです。46でした。すごいです。46センチ。おめでとうございますよ。うわ、でっか。あれはすごいわ。旦那さん来たみたい。私も来た。なんか、途中でまた食った？なんか増えたような気がする。中層で増えたんかな。うん。サバかな。抜けた。抜けた。はい、ごめんなさい、ありがとうございます。抜けた。うわ、まつってんのか。おるわ、まだ。おる。よかった。セーフ。ちょっといいサイズがさっき釣れました。尺はありそうです。もう3時15分。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10匹抜けしました。
よし。今何匹？11。逃がせなかったら同点だ。いつも一緒やな。来た。大きかったらいいのにな。まずったな。残念逃げた。残念逃げた。はい、はめてください。残念残念、大きかったのに。ああ、ショック。いい、今日一でかかった。シュン。旦那さんのが取れたんですけど、私のは逃げちゃった。もう最後の最後まで諦めないと。まあ、尺ぐらいのサイズはさっきもそうだったんですけど、やはり40何歩って聞いたらなんかそれを釣ってみたいって思いますよね。顧問の人が来て、旦那さんも来たのに、私だけ来へん。抜かされた。いつも抜かされる。もう、早く来い。あ、来た。私のにも来ました。1回終わったらもう次の準備した場所にしてください。サバ？旦那さんはサバや。サバだって。ちっこいサバでしたね。これもそうなんかな。ソロってサバとかやったら笑かす。もう見えてきたかな。よっこいしょ。ありがとうございます。よかった。よいしょ、ありがとうございます。無事釣れました。いいサイズね。いいサイズ。で、締めて、エラを切って、さっきのはもう大丈夫なんで、海水氷に入れます。これで今日の最後の流しの時間になりました。線中45センチや37センチや結構大きなアジが連発しておりました。最後の最後、果たしてどうでしょうか。皆さんはゴールデンウィーク釣り行かれましたか？またこの動画が上がった時にコメントくださったら嬉しいです。アジはどうやって食べようかな。お刺身、寝かしたりもしたいね。なめろうも作ろうかな。またアジフライも食べたいですし、アジはいろんなお料理ができるので大変重宝します。はい、上げてください。終了です。お疲れ様でした。はーい。でもまあそこそこ釣れて楽しいアジ釣りになりました。なんかまた最後は仲良くこれ取れたかな。仲良く絡んで終わりたいと思います。釣りはどうでしたか？もうちょっと大きくなっててもよかったけど、まだちょっと尺ぐらい鬼がいるかなと思ったんですけど、鬼はちょっと2人とも鬼アジは釣れませんでした。誰かに退治されたんですよ。そうですね。ガイドのところがクラゲがついてるかも。直感発表します。はい。全部で13匹でした。プラスサバが1でした。シャクが25センチ超えが3匹。4匹かな。あとはちょっとちっちゃめ。はい。では旦那さんの超過発表をします。なんと、13匹で同じ数でした。仲良く2人とも13匹。そしてサバが1匹ずつと全く同じ超過でした。なんということでしょう。全部でこんだけあったらたくさん料理ができそうです。よし。今からアジの下処理をしていこうと思います。海水ボウルにつけていたので新鮮です。鱗を取るときによく怪我をするので軍手をはめることをおすすめします。背びれの部分や頭の部分に鱗が残りやすいのでしっかり取りましょう。よし。なかなか鱗取りってピシピシ鱗が飛んで後が大変で、魚をさばくなんてってしんどいよめんどくさいとかあるかと思うんですけど、この釣った新鮮な
お魚を食べるとまた食べたいと思って、このめんどくささも頑張ってやってしまうんですよね。よいしょ。太鼓もあるよね。ほんと46センチだったみたいなんですけど、最大そのアジはもう本当に体高がすごくあって立派でした。思ったらあれやな、やっぱ30センチぐらいあるのと25センチとではだいぶ身の厚さが違うな。鱗を取ってきれいにしました。サバ2匹も船上で内臓を取っていたのでとてもきれいです。では次は内臓を取っていきたいと思います。頑張ります。私の釣ったアジは少し小さめで白子も控えめだったんですが、大きなアジには立派な白子が入っていたみたいで、食べた人曰くめちゃくちゃ美味しかったそうです。これはもう白子料理にも挑戦したいです。溝などの掃除をする道具だったんですけど、これは先がすごく細くて、この細い部分にこうシュッとこうちょうど入ってとてもかき出しやすかったんですね。このブラシの硬さもちょっと硬くて、そんなにギュッて力を入れなくてもスススってやるだけで結構簡単に取れてたんですけど、これがもうどこで買ったのかちょっと覚えてなくて、もし皆さん見つけられたらぜひ買ってみてくださいね。歯ブラシとかでもいいと思いますけど、こんな感じで中も綺麗になったので他のもやっていきたいです。次は三枚おろしにしていきたいと思います。中骨を取っていきます。透けてる皮を引いていきます。こんな感じできれいに皮ができました。こんなにきれいにゼイゴも一緒に取れました。ゼイゴのここのところの鱗をかなり念入りに取ったので、まな板にあまりつかないです。ではお刺身の盛り付けをしていきます。ちょっとなめるように分厚め、お頭付きの姿作り、4人分作るのはなかなか大変でした。魚をさばいて盛り付けて、改めて魚料理の手間を実感。普段何気なく食べていたけれど、こうして美味しい魚料理を出してくださる料理人さんって本当にすごいですね。感謝しながらいただきます。アジの作りができました。完成です。はい、次はレモンを切っていきます。これが自家製のシロップ漬けのレモンです。種があったら切っていきましょう。細かく切っていこうかな。ここに切ったアジの上にちょっとのせて、塩をちょっとだけ入れて、小豆島で買った塩です。このオリーブ油を垂らして混ぜて、マリネっぽくしていこうかなと思います。これを冷蔵庫に冷やしておこうかなと思います。はい、次はなめろうを作っていきます。さっきまだ残ってる同じようにはい、
使う食材は味噌とネギと大葉と生姜とごまを使います。このお味噌は富山の飯沢醤油味噌店さんのお味噌です。美味しいです。色がどんどん変わっていくところが風味も増して美味しくなります。作られてきた時はもっと色が薄かったんですけど、だんだん色が濃くなっていい感じに仕上がってるかなと思ったので開けてみました。あんまりぐちゃぐちゃにするのがないので、味噌を適量これでいいかな。もうあんまり入れすぎると辛くなるし、また直前にお醤油一滴垂らしてもいいかなと思います。味もちょうどいいので盛り付けていきたいと思います。ごまを入れるの忘れてたんで、ごまを入れて4等分に持っていきます。よいしょ。はい、これでアジのなめろうも完成です。はい、次の料理はアジフライを作っていきたいと思います。今日はもうバッター液まで作ってます。で、パン粉をつけます。油が温まったのでアジフライを揚げていきます。よし、入れていきます。よいしょ。よし。アジが新鮮なので半生アジフライっていう手もあるんですけど、うちの家族は全員半生よりも火を通したふわふわっとした方が好きなので、しっかりの直前ぐらいので揚げていこうかなと思います。もうすでにもう色がついてきました。さっきよりも音が収まって泡が小さくなってきました。もうこれぐらいで、あとは余熱でいこうかなと思うんで引き上げます。よいしょ。揚がりました。いい色にできてます。レタスとトマトを揚がった味をドンとドンと2枚のせてアジフライの完成です。美味しそう。とっても美味しそうにできましたよ。サクサク。美味しそう。それではお楽しみの実食です。お味はどうでしょうか？はい、ご飯ができました。はい、本日は高級な味御膳でございます。肌のブランド味でございます。こちらが池作りのアジでございます。こちらがアジのなめろうでございます。こちらが自家製のレモンと小豆島産オリーブオイル 100% のバージンオリーブオイルマリネ風です。こちらがアジフライでございます。塩でも美味しいと思います。そして今日のお酒は小豆島で買った小豆島酒造さんの夫婦やったかな、
そのお酒を飲みたいと思います。辛口です。はい、ではではいただきたいと思います。はい、とりあえず乾杯です。いただきます。美味しい。こちらの味のお作りをいただきます。どうですか？こっちがちょっと尻尾の方がちょっと薄く切ってあって、頭の方がちょっと厚めに切ってる。つやつやですよ。塩でも美味しいと思うけど、ちょっとまあとりあえず醤油で。美味しい。美味しい？美味しい？なめろうは？美味しいしか言うてくれへん。なめろうはご飯にかけても美味しいですよ。あ、そうそう。これ熱々のアジフライも食べてね。忙しいけど。熱々のアジフライ食べた？なめろうはお酒が進む。ちょっと熱々のアジフライちょっと行ってみようと。ふわふわ。ふわふわふわ、めっちゃ美味しいです。入れたここで。そのままでもちょっと味。何かけんの？ウスターソース。ドバッといくね。それ絶対ドバッといくで。いけたわ。ではではゆっくり食べます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。